今回は動画では撮れていないのですが、各工程の分かりやすい解説を入れるので、最後まで見てもらえると各工程の重要さを理解してもらえるように作りました。まず画面上の壁の向こうがお風呂になっていて、そこから水漏れしてフローリングに染み込んで写真のような跡が出た症状でした。こういう黒いシミができている場合、ステインを塗っても黒いシミは消えません。この黒いシミを消すには顔料で木目ごと全て消してしまわなければなりません。全部塗ると決めたら次はどう塗るかです。周りのフローリングを見ると、フローリング一枚一枚の色が全部違う。明るいのもあれば暗いのもある。中間色のもあって、とにかくまだらです。塗るときにこれを意識します。最初にこのようにどう進めるかを決めておくとスムーズです。これは足付けのため研磨しています。へこみや傷はこの時点で埋めています。これはフローリング全体に対して薄い色を入れています。この時点で黒いシミは消えています。あとはどうバランスよくまだら感を出せるかです。まず濃いめのフローリングを作ります。少しまだらめに塗るのがポイントです。木目の感じを出すのにハケのムラを利用します。薄い色のピースに木目を描き足しています。木目を入れている動画があります。ハケの先だけ当てるようにすると、このようにたくさんの木目を一筆で入れられます。木目を入れるごとにこのピースが濃くなっていきますので、周りとの色のバランスを見ながら入れていきます。着色終わった後にワックスをかけて養生を外して完成しました。まだら感や木目の感じが良く、周りとの色の兼ね合いも良く、お客様にも大変喜んでいただけました。最後まで見ていただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。